それはちょっとした願掛けだ。驚く？なぜ驚く必要がある？貴様やはり何か後ろめたいことがあるの？どうだろうな。まあいいが、あまりそんなものをじろじろと見るものじゃない。そうだ、くだらぬものだが、それはそれで人の思いの詰まったものだ。盗み見たりはするなよ。それより、なんだお前のそれは。形見？形見か。お前は家族と暮らしているのか？家族をどうした？そうか。会える時に会っておいた方がいい、家族と。さて、私はもう行くが、あまり学園内をうろちょろして怪しげな行動をとるなよ。なんだ、そんな2気を切らして。別に普通だと思うが。それより何の用だ、突然呼び止めたりして。そんな理由で？私は忙しいんだ。つまらないことで声をかけてくるな。ああ、気にするな。お前には関係のないことだ。言っただろう、忘れろと。
本当に何度も何度も言ってるだろう。命を粗末にしたくなければ、大切な人がいるなら裏山にはあまり近寄らないことだ。何度も言わせるな。やめておけ。知るということは関わるということと同じだ。人は知ってしまったら関わらないではいられなくなる。お前はまだそちら側だ。こっちのことはこっちに任せておけ。前にも言っておけ。これ以上関わるな。力を使うな。きっと不幸になる。力には代償が必要だ。何も知らずにそれを使い続けるというのは非常に危険なことだ。舞はそれをまだ自覚していない。それじゃ私はもう行く。待ち合わせがあって忙しいんだ。もう一度言ってやる。私に関わろうとするのはやめるな。知ってしまったらきっと引き返せなくなる。お兄ちゃん、何してるの？女子生徒を物色中か？変態教師。まだ懲りないと見えるな。キョロキョロとスケベな視線をさまよわせていただろうが。それもそうか。思わずそうなんだろうと決めつけてしまった。冗談ね。冗談などではないが誤解だったのなら悪かった。すまなかった。はあ？なんでそうなる？
まあ誤解したのは私の方だし仕方ないか。ほらついてこい。貴様にお似合いの寂しい場所へと連れて行ってやる。ここだ。教会の表側はそれなりに人通りがあるが、こっちだ。少し裏手へ回ればほとんど人目につかなくなる。まあそうだが。お前一体どれだけ食べるつもりだったんだ？まるで子供の言い訳のようだ。その顔だと余計に子供っぽい。そうだな。それじゃあエビマヨのおにぎりとクロワッサンサンドをもらおう。なんだ？は？貴様、私のことをバカにしているのか？貴様、それ目的で私をこんな人気のないところへと。そうだった。とにかく突然変なことを言う癖をやめろ。別に私だって癖というわけじゃないが、お前が変なことを言うからだ。ほら、さっさと食え。時間は限られているんだ。
ら、また来たのね。さっきのお話の続き？そうね、私も常にここへ来られるわけじゃないし、来た時くらいはゆっくりお話ししたいわね。ホムラ君？ええ、名前だけはいろいろと事情通のようですが、こちらの方でもあまり詳しい情報は手に入っていません。で、その穂村君が一体何と？一番地。ええ、姫伝説に深い関わりを持つ組織といえば一番地を置いて他にはないでしょう。知っていました。しかしその名は非常に危険なものなので、先ほどは伏せていたのです。できることなら避けた方がいい組織であることは間違いないのです。そうですか。なるほど。穂村君もいよいよ動き出したということなのかしら。ごめんなさい。何でもないの。こっちのことよ。ただ先ほども話した通り、姫伝説に久我さんや時葉さんが関わっているというのはありそうな話ね。今後とも彼女たちの動向や様子には特に気をつけた方がいいかもしれません。久我さんですか？ええ、まあたまにね。でも目立つ子でしょ。すぐに覚えてしまって。彼女、授業中はどうですか？そうですか。いえ、そういうわけではありません。やはり化け物と戦ったりするには相応の能力が求められるということなんでしょうね。デュラン？そうですか。お粗末様でございます。ピピピピ。
空いている。勝手に入ってもいいとのことだ。なんだ、お前か。何しに来たんだ。いやしいやつだな。なんやなつき、そんなに先生に突っかかって。ああ、高村先生ですか。それじゃもう一杯お茶を入れますね。それになつき、その格好はあんまりお行儀がよろしないと思いますわ。それじゃあ高村先生の方が困らはりますわ。なつき、その格好やと高村先生からきっと丸見えやで。貴様、見たのか。なつきの方が悪いんや。それにあんなに大胆な黒い。シゼル。おー、怖っ。なになに？夏樹くんが何かを見せてくれるの？見せん。そうなの？それは残念だな。さあ、どうぞ。ブブ漬けどす。お茶漬けですよ。せんべいを砕いてご飯の上に置いてお茶をかけるんです。すごくシンプルですが美味しいですよ。うちも夏希もレイトさんももうさっき呼ばれたんです。先生もどうぞ。うちの実家の方から送ってきたおせんべいどす。懇意にしてるおせんべい屋さんの技物どす。匂いにつられてくるような卑しいやつにはもったいないほどのものだけどな。夏希、失礼どすえ。さあ先生、どうぞ遠慮なさらず。呆れたな。本当にあっという間に食べたな、今。それはそうだが。それを差し引いても今のはかなりの食べっぷりでしたけどな。
なんだ？なんだ、お前か。ああ、悪かった。ちょっとイライラしていたんだ。くそ、あいつも余計なことを。はあ？お前なんだ唐突に。それと私が散歩に行くことと何の関係があるんだ？別に怒ってなどいない。あるわけがない。いや、正確には昔はあった。最近はないという意味だ。第一、子供や老人じゃあるまいし、散歩なんて。そうだろうか。そこまで言うなら。もう分かった。めんどくさいやつだな。おい、お前今私のことをジロジロと見ていなかったか？まあいいが、確かに落ち着くものだな。こんなに穏やかな時間を過ごしたのは
本当に久しぶりな気がする。ああ、先ほど裏山の方でちょっとな。私は学園に姫が集まることを好ましく思っていない。マイヤミコトにもできれば学園を去ってもらいたいと思っている。あの二人もまだギリギリで間に合うはずだ。そのことをあの野生児に言ってみたんだが、逆に噛みつかれそうになってしまった。知らなかったか。お前は知らない方がいい。あまり関わるな。まあ、もう来てしまったものを追い出そうとも思わない。それにしても悪くないな。いや、散歩だよ。悪くないと思ったんだ。ありがとう。さあ、せっかくだ。公園を一周するぞ。中途半端に歩いて途中で引き返すなんて私の趣味じゃないからな。そら、ペースを上げろ。だらしないな。でもまあ、いい汗をかいた。帰って熱いシャワーでも浴びるとするか。それじゃあな、割と楽しかった。お姉ちゃん？まだいたのか。そんな風。
もちろんそうしている。なんだ突然ため息なんかついて。なるほど、それは私もよくわかる。はあ、いや特には。なぜだ？理由がよくわからないが。まあいいだろう。そうだな。ソフトクリーム。ソフトクリームと言ったんだ。悪いか？なんだその微妙な表情は。おい！仕方ないか。手を洗ってくる。持っててくれ。さんま貴様、今何をしようとしていた？このド変態が！明日
団子セットを一つください。お前。だが。すまない。ありがとう。なんだ、ちゃんとありがとうって言ったぞ。なぜ笑う？どうしても今日はこれを買いたかったんだ。助かった。母がな、昔七夕の夜に団子を用意してくれたことがあって、今年の七夕は一人ぼっちなんだ。久しぶりにあの味を思い出して、私一人で食べるつもりだった。今年は違うのか？もしかして彼女でもいたか？まあ、お前が誰と団子を食おうが、私にとってはどうでもいいことだが。おい、なんでまた笑うんだ。貴様失礼だぞ。おい。ありがとう。ありがとうって言ったんだ。それじゃあな。そうだな。ちゃんと残しておくことにする。ありがとう。
愛が禁止されていることは知らないのか？その心意気は嫌いじゃない。何でもすぐに受け入れてしまうやつよりは悪くない。だがすまないが相手が悪いぞ。私は色恋沙汰などにうつつを抜かしている暇などないんだ。知らなかったか？なら悪いがそういうことだ。他は当たってくれ。一言言っておく。この学園では人を好きになるな。結局不幸になるのは自分だぞ。恋愛がしたければどこか別の学校にでも転校しろ。それが最後はお前のためだ。それだけだ。それじゃ私はもう行く。動くな！お前何をしている？やじゃない！お前は本当にやりにくいな。まさか私の後をつけてきたわけじゃないだろうな。証拠はあるのか？お前が私を尾行していないという。なんだと？ありえん！なんで私が貴様なんかを。気持ち悪いこと言うな。
なんだと？姫伝説か。関わるなと言ったはずだがな。まあ信じよう。こんな間抜けな夫もいないだろうしな。いや、なんでもない。こんなところをうろついていると無事で帰れるかわからんぞ。以前のようにそうそう運よく私が現れるというわけにもいかんしな。驚きすぎた。デュラン、ご苦労。そうか、この辺には今日はいないか。あれは手がかりでしかない。本命はあれじゃない。どちらにしても貴様には関係のない話だが。なんだ？は？お前本当に面白いやつだな。考古学者ってのはみんなそんなんなのか？私の知っている学者や教員というのはろくなものじゃなくてな。私は正直教職者というのが嫌いなんだ。だけどお前は私が知っている教職者とは少し違うらしい。ほら、こうして話している間にまた忘れちゃうんじゃないのか。これが発見なのか。それにしてもこんな学園の裏山なんかにあってよく今まで発見されてなかったな、これ。なるほどな。お前って本当に研究者なんだな。さて、そろそろ私は帰るが。
様一人じゃ危険かもしれないから一緒に下山してやろうと言っているんだ。別に礼なんて言わなくていい。ごちそうさまでした。ほら、おい、前を見て歩え、全部同じ意味だ。この変態、どこまでも証拠りもなく。ドスケベが！完全に誤解されたぞ。お前、本当に変態教師じゃないんだろうな。あんな場所で突然押し倒してくるなんてありえないことだ。信じられないな。そんなことはない。女は関係ないだろう。わざとか？なんか貴様が近くに現れるとものすごくペースを乱される。非常にやりにくい。自覚あるか？どこの世界にセクハラ教師にわざわざ悩み事を相談するやつがいる。お前の悩みなんてすぐに見当がつくぞ。
さしずめ林間学校のことだろう。単純なことだな。はあ、林間学校か。そんなことはない。大体あんなものに行きたがる奴らの気持ちがわからん。しかも喜んでだ。うるさい、ほっとけ。しかもテントを張って飯合水産だろ。私には無理だ。いや、無理ではないが目的のためでもないのにそんなことをしたくはない。虫？虫くらいなんてことはないがな。なんてことないがな。お前！もしかして私のために来てくれていたりして？困らないでよ高村君。私なんて子持ちのおばさんですからね。高村君くらいになるともう弟を通り越してそろそろ息子かってくらいになってしまうわ。可愛いものよ。私の話なんてどうでもよかったわね。さっきの話の続きにしましょうか。実はシアーズ財団本部の方でも財団の総力を挙げて一番地について調べを進めています。一番地という組織が一体どういう形で姫伝説に関わっているのかは分かりませんが、何かしらの関係があるのは確かです。しかし逆に言うと伝説に関わる組織というのが現代にまで残っているということは、それはつまり姫伝説がただの伝説では終わらない、何か史実と関係があるのではないかと考えることができるわけです。こう言ってしまうのは財団の人間としてはどうかとも思いますが、正直シアーズ財団は強大です。この地球上でも屈指の組織団体と言えるでしょう。そのシアーズの力をもってしても
一番地という組織の詳細については未だにつかめてはいません。一番地に関してはシアーズの方でも今後も調査を続けることでしょう。それで何かが判明するかは別として、私たちは代わりに姫の方の調査を続行しましょう。様子を伺うということでよろしいかと。そんなところでしょうか。実は今日はこの後すぐに財団の方へ報告へ赴かねばならないので、そろそろここを立たねばならないんです。高村くんが頑張っているとちゃんと報告しておきますよ。どうしました？そうね。私がこんなんだからあの子にはいろいろと心配をかけたりしてしまっているけれど、そうね。元気に育ってくれればいいといつも思ってるのだけど、子供のことを心配しない親なんていません。本当に子供に心配をかけてばかりの親が多いので、本当に。お兄ちゃんどうしたの？お出かけ？
大丈夫だよ。私もうちゃんと準備終わってるから。お、昨日夜頑張ったしね。それよりもお兄ちゃんが帰ってきた時のために何か美味しいものを用意してようか。トレのある言い方だよ。はい、いってらっしゃい。みゃーみゃー。これは効き目が良そうだな。こっちのは匂いがきついか。これはいかにも安物という感じだし、超音波なんて本当に効くのか。まあ結局はこれとこのスプレーというところかな。お前。そうだ、文句あるか？本当なら虫がたくさん出るような場所に行くことすら嫌なんだが、仕方ない。いや、まだだ。なんだ、そんなに意外か？お前こそどうなんだ？つい昨日まで林間学校のことを知らなかったんだろう？おい、ちょうどよかった。買い物をするから荷物を持ってくれ。荷物だ。男なんだからいいだろう。ほら、行くぞ。
カバン売り場で買うのはカバンに決まっているだろう。バッグだバッグ。あるにはあるけどもう古い。ちょうどいい機会なので買い替えようと。おい。ああ、何度か呼んだのに相変わらずぼーっとしているからだ。ん？何がだ？そうか？ならいいんだが。だいたいこんな感じか。そうか？いつも通りだけど。じゃあこれで。ああ、そうだが。気にするな。うちは金持ちだからこの程度使ったところで何の問題もない。おい、お前はここで座って待っている。私はちょっと買い忘れたものがあるので探してくる。すぐに戻るつもりだ。は？バカ。バカ、お前がどこに来てるんだ。何をしてるんだお前は。しかも人の名前を呼びまくって。お前一体何を考えてる。
鈍い男だな。普通は気づくものだ。怒るぞ。そうだ、全部買った。まあ趣味みたいなもんだからって何を言わせるんだ。いや、それには及ばない。先生、ありがとう。荷物を持っただけで役に立ったつもりか？よし。
見ていたのかって見ていたんだよな。悪かったな。可愛いぬいぐるみが大好きで。本当に自慢じゃないな。クレーンゲームが上手だと女の子にモテるぞ。まあたまにはお前にアドバイスをしてやろうと思ってな。どうせ彼女なんてできそうにないからな。どうしたんだろうな。どうしたの迷子？仕方ないな。まったく。ぬいぐるみ自体も好きだが、あれを取る瞬間が一番面白いからな。それに子供にあんな目で見られたらあげないわけにはいかないだろう。まあいい気分転換になった。私はもう帰る。なんだお前か。驚かせるな。
分かっている。まったくうるさいやつだ。学園の施設だしな、このキャンプ場そのものが。もしかしたら何かあるかもしれないと思ってる。それにそれとは関係なくこの湖が好きだ。綺麗じゃないか、色が。私はこういう色は好きなんだ。しかも静かでいい。確かにたまには自然の中に身を置くのもいいな。は？うん、楽しそうだな。今お前はとても楽しそうな顔をしていた。目的があるというのは重要だ。こんな林間学校にも人生にも。おい、時間やばいんじゃないか。こら、生徒を置いて走っていく教師がどこにいる。冗談も大概にしろ。待て。いや、なんていうか、火力が強い方がきっと炊き上がりも早いと思ったから。すまん。ご飯を炊くのに弱火で30分くらいかかると言われたので。
火力を強めればその分時間が短縮できるかと思ったんだ。ご飯に30分なんてありえない話だろ。電子レンジなら3分だぞ。あれ、どうしたの？まあいいけど、なんかぼや騒ぎとかあったみたいだから生徒に注意してくるわ。あ、そうなの？そういうことなんだ。はいはい、じゃあまあ私はあっちを手伝ってくるわさ。その痛いんだが。さて、でどんな説教が始まるんだ？あ？それじゃあなんで私をこんなところまで連れてきたの？いや、ほとんどない。それが何だって言うんだ？なんだ？別にやれと言われればやるさ。何？それは分かってる。うるさい。言われなくても言ってやるさ。
見回りか？きっとうまくいっているはずだ。私はあまり料理が得意じゃないらしいからな。他のみんなに手伝ってもらっている。おい、味見をしろ。そうだ、安心しろ。味付けは私がやったわけじゃないからな。よし、待ってろよ。そうか。悪かったと言っている。切ってから煮込むって知らなかったんだ。最後に切ると思ったから。カッティングは必ず最後にテーブルの上でやるものだと思っていたから。笑うな。まあ、やればできるさ。このくらいな。ふん。
何の用だ？ああ、分かっている。遅れるつもりはなかった。いざとなればデュランの背に乗っていけばいいだけの話だ。舞が覚醒してしまった。あるほど言ったのに、くだらない戦いに参戦してしまって。命というのはな、そんな簡単にかけられるほど安いものじゃないんだ。それに舞は大きな勘違いをしている。お前が姫になることはないが、それでも一つ聞いてみたいことがある。お前は自分の命よりも大切なものがこの世に存在すると思うか？命を投げ打ってでもやる価値のあること、得る価値のあるもの、そんなものがあるとお前は思うか？そう思うか？なるほど。お前のようなやつはあまり他人のために自分の命を懸けるべきじゃない。舞だって姫になどなるべきじゃなかったんだ。結局は全て一番地の思惑通りになってしまうだけなのか。まあ巫女くらいシンプルなやつならそれでもいいのかもしれないが、シンプルなのはシンプルなので問題もある。シンプルな土台は崩れにくいがゆえに、崩れた時に取り返しがつかなくなるんだ。立ち直れなくなるんだ。確かなのは姫になどなるものじゃないし、あんな赤い星など見えるべきじゃないということだ。おい、そろそろ時間がやばい。集合場所へ戻るぞ。ゲラン！さあ、お前も乗れ。教師一人で遅刻は嫌だろ。よし、行け！ゲラン！それでは行ってらっしゃいませ。なぜ近づいてくるんだ。ふん、私のことは放っておけ。
それどころじゃない。あ、いや、なんでもない。そうだそうだ、授業が始まれば皆教室に入るからな。そうしたら必ず探し出してやる。なんでもない。ほら、とっととそっちで飯を食え。私の方へ近づくな。どうしたんだ、そんな血相を変えて。多少な。用事があるんだ。それに閉門前には間に合う時間だろ。部活をやってる人間にとっては普通の時間だ。悪かったな。何が言いたいんだ貴様。今までの話をどう用してもそういうことにはならないと思うが、まあいいだろう。もう落ち着いたしな。あとは事後処理だけだ。まったくどんな一日だった。ああ、思い出しただけでも腹が立つ。生徒会室だ。しずるに返すものがある。わざわざ口に出して言うようなことか。なんでついてくるんだ。なるほど、それも一理あるか。難しいね。しずるへの用事は済んだが、まだ用事が済んでいない相手が一人いる。あそこにいればいいんだが。
どこだ？さあな、今はいる気がしたんだ。ただの勘でしかないが。おい、ナギ！もう、なつきちゃんたら、そんなに僕の名前を呼んで。もしかして、告白に来たと。ひどいな、なつきちゃん。何いきなり。今日の一連の騒動は貴様の仕業か？何？なんか騒動なんかあったの？貴様しらばっくれるなよ。ひっ捕らえた上で全校生徒の前で公開処刑にしてやってもいいんだぞ。まあ、それはいくらなんでもひどいよ。あれは僕のせいじゃないもん。冤罪だよ。少なくとも何の話をしているのか分かっているじゃないか。知らないと一つ嘘をついたからな。冤罪だっていうのも嘘で、やっぱりお前の仕業かもしれないと考えるのが妥当だとは思わないか？わあ、たんまたんま。そんなの突きつけて危ないよ。お前、あんまり舐めていると本当に撃つぞ。だって、なつきちゃんはもう倒しちゃったんでしょ？あのオーファン。だったらもうそれでいいじゃない。よくない！私のこの憤りを貴様にぶつけてやらねば気が済まない。それは八つ当たりだよ。あれは僕のじゃないよ。勝手に出てきただけだってば。本当だろうな。ほんとほんと。僕は今日は一日ここにいて、いろいろ考え事をしていたんだから。後から嘘だとバレたら、その時は本当に容赦しないからな。なつきちゃん。ほら、あれを見てよ。12？どういうことだ？ね？驚いたでしょ？これは。だから言ったじゃない。昨日から忙しくて、今日は構ってる暇なんてなかったんだってば。なつきちゃんたちのパン。舞のことはわかる。だけどそれじゃあ辻褄が。お前まだいたのか？すまん。それどころじゃない事態に次から次へとなってしまって。星時計に可愛いパン。あいたー！なつきちゃんは本当に容赦がないな。私も少し考えなければ。バイバイ。
さま。どうぞ。おい、どうして私の顔を見て固まるんだ？なるほど。高村先生は夏希のことでお話があったようですな。私のことだって？まあ高村先生の顔を見ていれば想像がつきますね。おい、どういうことだ？説明しろ。夏希が真面目に授業を受けへんからやで。先生は心配になってうっとこへ相談に来はった。そんなところやあらしませんか？余計なお世話だ。夏希もそんな邪険にすることないやんか。まさか心配してもろたかてそれで恋愛になったりはせえへんやろ。バカなことを言え。当たり前だ。まあ別に高村先生に限ったことやないですけど、夏希はもっと人が心配してくれはるということに理解を示さはった方がええよ。別に心配などされる必要がない。うちもたまに切なくなるんね。夏希が全然うちの言うこと聞かへんから。それでもしずるには感謝している方だ。ええ、そうやと思います。せやからその10分の1でも高村先生の助言も聞いてあげはったらええのにと、そう言うてるんね。10分の1か。結構多くて疲れそうだな。先生、言われたい放題ですね。ほら夏希、先生帰らはるえ。おい。悪かったな。もう少し気をつけるようには、する。そんなに嬉しそうに笑うな。ほら、さっさと行け。用事があるんだろ。お疲れさん。
アリッサ様は現在睡眠を取られています。私はその間裏山の調査を言いつけられました。さあ、どうでしょう。何があるのかを調査するというよりも、何かあるのかを調査するということだと認識しています。ナビゲーションシステムがありますから迷うことはありません。また動物程度の危険を排除できないのでアリッサ様のお世話を全うすることはできません。逆説的にお世話をさせていただいている私ならば十分にその危険に対処できると推測します。なので心配は無用のことかと思います。はい。いらっしゃい。神父様は今はアリッサさんの付き添いね。え、そうですか。ミウさんに会ったんですか。なるほど。何か報告し忘れたことでもあった？高村君、私と世間話がしたいの？そうね。でもごめんなさい。私もいろいろと忙しいの。姫のことを話してもらえると助かるかな。そうですね。それこそ教師の視点でもいいので、現在判明している姫について簡単な感想をもらえれば。時葉さん、みなぎさん、杉浦先生、結城さん、それに久我さん。これで全員だったかしら。なるほど。久我さんが一番姫などの事情について詳しそうなんですね。そうですか。久我さんのことをもっとよく知りたいですね。どうかしましたか？久我さんのその家庭環境などについては何かご存じないですか？ええ。いいえ、高村君。あなたの言ってることの方が正しいわ。ごめんなさい。それに、
財団はそこまでをしろとは言ってません。少し私自身が気になっただけなので忘れてくれて結構です。まだ眠いよ。おい、たまにはいいだろう。ちょっと貴様に聞きたいことがあるんだ。言い方？気持ち悪いから口調を作るな。わからないことがあるの。先生、教えて。はあ。一連のお前の授業を聞いていて、いろいろと気になることが出てきたんだ。今まで古事記や日本書紀になんて興味なかったからな。手段としてな。最優先すべきは目的だが、目的を達成するための手段にそれを学ぶのも必要かと思ったのだ。いや、私が知りたいのはもう少し後の時代のことだ。長岡京や平安京、その時代の資料を見てみたい。うん。なるほど。え？ああ。わかった。
ん？お前、こんなところで何してるんだ？バカか？こういうのが時々現れるからあまり近づくなと言ったはずだぞ。死にたいのか？まったく。心配などしていない。わからないでもないわな。何かに没頭していろいろと忘れてしまいたいってことだ。その気持ちはわかる。は？何の話だ？そうだな。それじゃあお風呂上がったらお兄ちゃんにも声かけるね。先生もそう思いますやろ？夏希がえらいいう話です。しずるからかうの？ほら先生、今日夏希が朝から登校しはったやないですか。おい貴様、これまでだってどっちかっていうと遅刻よりちゃんと登校した日の方が多いぞ。飽きませんよ先生。数字の裏にはいつかて罠が潜んでいるもんどす。遅刻してへん日の実に9割以上はバイク通学やさかいな。仕方ないだろう。朝の混雑した電車になんて乗りたくない。会長が夏希くんのバイク通学に甘すぎるって執行部長殿がご立腹でしたね。あいつは年中何かに腹を立てているじゃないか。それじゃあ毎日遅刻してもいいのかって話だ。笑うな。まあまあ、まずはお茶でも飲みませんか。お願いします。お任せを。はい、皆さん、お茶が入りましたよ。
久我さんには迷惑かけてないでしょ？関係ないじゃない。放っておいてよ。そうはいくか。恋愛禁止は学園の一番重要な校則だ。久我さん、生徒会でも執行部でもないじゃない。別にあなたに迷惑はかけてないでしょ？いいじゃない。好きにさせてよ。お前たちのためにならないんだ。悲しい別れになる。なんでよ。私幸せだもん。それに私たち別れないもん。いや。だいたい久我さんこそ全然校則守ってないじゃない。遅刻や無断欠席ばっかりだし、それにバイク通学してるし。それは。それで偉そうに説教しないでよ。私たちのこと知った風に言わないで。だって先生。先生。余計な邪魔を。ふん、貴様、それでも風花の教師か？彼女がそうかどうかはわからないが、もしそうだとしたら待っているのは不幸だけだ。気にするな。だけど、お前も風花の教師であるなら、恋愛禁止の校則くらいは徹底させておけ。なんでそんな校則があるのか考えてみろ。そう思っているのなら、それで構わない。だが、お前が率先して恋愛を進めるようなことを言うのはやめろ。戦うのは、背負うものを失った人間だけでいいんだ。まあいいさ。私はもう帰る。ん？
なんだお前か。驚かすな。買い物か。まあな、たまにはこうして息抜きをしたくなる日もある。しかしあまりいいものがなさそうだ。どうも今日は買い物日和ではないようだ。何か問題でもあるのか。じゃあな。お前まだいたのか。別にそういうわけじゃない。衝動買いするはずがない。衝動で飼われた犬のことを考えてみろ。そんなことできるはずがない。私のことを何だと思っているんだ。私と違って集団性に富んでいて忍耐強く、何より従順なんだ。いい子だ。そうだな。だけどしっかり世話をする人間がいなくては無理だ。うちでは面倒を見てやれる人間がいない。それではこの子がかわいそうだ。しっかりと可愛がってくれる飼い主に選ばれるんだぞ。死ぬんじゃないぞ。さて、今度こそ私は帰る。じゃあな。まあ先生やないですか。
ちょっとそこで待っていろ。覗いたら何はなくとも殺す。もういいぞ。暑かったから。オーファーの気配を感じて倒したまでは良かったんだが、スーツを着て動き回ったせいで暑くて。デュランが止めてあるバイクのところから取ってきたんだ。まあ日曜にわざわざこんなところに来るのはお前くらいのものだ。待て。ここら辺は学園にも近い。そっちの方で誰か来ないか見張っててくれ。普段なら気にならないが、お前が帰ったふりをして戻ってこないとも限らないからな。なんでもない。いいから見張ってろ。一緒に行こうよ。おはようございます、高村様。何をニヤニヤしているんだ？気持ち悪いな。なんだとはご挨拶だな。別に辛いわけじゃない。こんなところ？そうだ。別に住みやすいとか住みにくいとか私にはない。
料理？どうだろうな。ま、うちでは自分の食事は自分で何とかするが原則なんだ。別に偉いわけじゃないさ。私にとってはこれが当たり前だっただけだ。これからだってこれが当たり前だ。さて、帰るかな。お前に話しかけたせいで冷めてしまったな。家で温め直さねば。そういえば明日は終業式だな。それに関しては何も心配していない。それじゃあな。ああ、そうだな。考えておく。いいからとっとと永定職にでもしろ。悪いか？他にどういう可能性があるんだ？私がそんなキャラか？ない。これが昼食だ。
したんだ。栄定食はまずかったか？は？欲しければ自分の分でも買ってこい。これはやらないからな。一緒にするな。もはや言っても仕方ないのだろうが、ここは危ないから来るんじゃない。しかもお前、今のんびり昼寝でもしようかって思っていただろう。馬鹿げたことを。のんびりしたりするだけならわざわざここでなくてもいいだろう。なんとなくそういった不必要な干渉に己を見失って人は命を落としたりするんだ。ただでさえ今日は嫌な予感がする。あれ、あの星が一段と輝いている。いや、お前には関係のないことだ。気にするな。私はもう少し心当たりを回ってみる。怒られるからとか情けない言い方をするな。それじゃあな、さっさと帰るんだぞ。おや、高村先生、こちらにいらしたんですか。夏休みの中頃までにあちらにいらっしゃるとか。いえいえ、とんでもない。
むしろ先生にはほとぼりが冷めるまでこっちには帰ってこないでほしいくらいです。いいえ、何にも。楽しい夏休みを過ごしてください。おい、別に脅かしたつもりはない。お前にやましいところがあるからじゃないのか。いや、ただお前の姿を見かけたから声をかけてみただけだ。まあ、たまたま気分がいいだけだ。バカにするな。人をそんな小学生みたいに言うな。まあな、どちらにしても私はそんなに暇じゃない。貴様はどうするんだ？ラジオ体操に朝顔の観察でもするのか？そうか。ならこの辺りも静かになりそうだな。いつ帰るんだ？明日か明後日か？ま、せいぜい気をつけて帰るんだな。よかったな、今日は私の機嫌が良くて。わかりました。もしあちらで旦那様にお会いになりましたらご連絡をいただければ。いってらっしゃい。だってお兄ちゃんまたすぐ帰ってくるんでしょ？お土産買ってきてね。そうだけどね。いってらっしゃいませ。じゃあね。遅いぞバカ者が。私を待たせるとはいい度胸だな。ほら行くぞ。私は用事があって本州まで行く。そこまででよければ乗せて行ってやろうというのだ。違う、ついでに乗せてやるだけだ。
さっさと準備しろ。私は忙しいんだ。メットはかぶったな。行くぞ。言っただろ、お前を乗せたのはついでだ。礼の言葉はいらん。だから違うと。貴様がいらんことを言うから。飛ばすからおとなしく私に捕まっていろ。いいな。貴様どこを触っている、この変態が。舞姫運命の系統樹。ロードして始められますよ。お、これは高村君。ミユに用事ですか？なるほど。あら、高村君。ええ、そうね。ごめんなさい。詳細はわからないの。ただ、なんて言ってたかしら。舞姫に究極の力がどうとか、星がどうとか。財団の方から具体的な話を何も聞けなかったのよ。もしかしたらグリーヤ神父、アリッサさん、そしてミュウさんは私よりももっと詳しいことを聞いているはずなのだけど。ええ、だってアリッサさんはシアーズ会長の娘ですから。それにグリーヤさんもシアーズの研究員として長く財団に関わっていますから。ミユさんも財団の極秘中の極秘だから、あの人たちの方が私よりもずっと多くのことを知らされているんだ。高村君、一番地について私の知っていることを教えましょうか。その代わりあなたに聞きたいことがあります。あなたの把握している姫たちがどういった理由で戦っているのか、もしくは戦っていないのかを教えてください。例えば
誰かのためであるとか何かのためであるとか。ダメですか。やっぱり彼女たちのプライバシーに立ち入ることになりますからね。彼女たちのことが心配だからです。それではまず私の方からお話ししましょう。一番地というのは古来よりこの国を時に表から時に裏から操ってきた組織です。その組織力は強大で、少なくともこの国においては比類ないものです。私も詳しいことは分かりませんが、姫とも深い関わりがあります。そうです。姫は一番地によって生み出されたのです。いえ、正確には違いますね。私も真相については知らないんです。というよりも、一番地の人間でもそこまで詳しく伝え聞いている人たちはほとんどいないはずです。ごめんなさい。質問はなしにしてもらえないかしら。実際には姫を作ったのは一番地ではないと聞いていますが、ではいつ誰が作ったのかは分かりません。ただ昔から姫を管理していたのが一番地なのは間違いないんです。私の知っていることは以上です。そうですね。
刀を。なるほど。母の敵討ちですか。なるほど。わかります。ですが、彼女たちが戦っているというのは確かなことです。お願いです。可能な限り彼女たちの力になってあげてください。これは私からのお願いです。ありがとう、話してくれて。ええ、そうですね。また次の定例報告の時に。